ゆっくり海外鉄チャンネルへようこそ。このチャンネルではアジアを中心に世界の鉄道を紹介しているよ。我々が今いるのは中国安徽省の淮北だ。今回はこの淮北から江蘇省の徐州まで、ちょっと珍しい列車に乗車するぜ。前回まで中国の2階建て客車に乗車してきたけど、今回はどんな列車なのかな？今回乗車するのは普通の平屋の列車だが、なんと、幻の座席、南座がついているんだぜ。後座や南座は何度か乗ったことがあるけどそういえば南座はまだ乗ったことがなかったね。南座というのはそんなに珍しい座席なの？めっちゃ珍しい。激レアと言っても良いほどだ。まずは中国の座席種別を少しおさらいしよう。中国の客車列車の内装は大きく分けて4タイプがある。寝台の後座と南座、そして座席の後座と南座だ。後座より南座、後座より南座の方が料金が高く、その分設備が快適だぜ。なんというわかりやすいネーミングになっているんだね。高級座席の南座は JR でいうグリーン車に相当するクラスなわけだが、2026年現在、南座は激レア座席だ。かつて南座車を含めた客車列車で運行されていた中高速達便は高速車両への置き換えがほぼ完了したため、現在では滅多に見ることができない座席種別となってしまったのだ。手元に12306やトリップドットコムのアプリがある方は試しに南座を連結した列車を探してみてほしい。小1時間探したとしても1本も見つからないと思うぜ。もし見つかったらコメントで教えてね。今回、上海局2階建て客車を中心として予定を組んでいる時に偶然南座を連結した列車を見つけたので乗車してみることにするぜ。淮北は安徽省の北部にある都市で、黄河と長江の間を流れる大河、淮河の北岸にあることが地名の由来だ。漢民族の食文化は淮河を境に南北で異なり、南は米、北は小麦中心と言われているのだが、淮河の北側に位置する淮北の名物はやはり麺料理。淮北タンメンはそうめんぐらい細いコシのある麺が美味しかったぜ。スープや肉団子も旨味たっぷりで、中国でこれまで食べた麺の中でトップクラスの味だったね。淮北の名物グルメを堪能できたので、早速駅に行ってみよう。淮北駅は中国の中規模駅ではよくある曲線的なデザインの白い駅舎だ。中に入ってみよう。1番線ホームの出入り口はガラス張りになっているので駅構内を通過する列車を見ることができる。淮北を通る貨物列車の本数は多く、10分おきぐらいに列車が通過していく。今回乗車する列車はこの、全運行行き系8412時だ。ホームで待機しよう。帝国より少し遅れて、長編成の客車列車が入線してきた。牽引する機関車は HXD3C。客車列車も貨物列車も担当する中国鉄路の主力の電気機関車だ。中国全土でよく見かける青色の電気機関車だね。客車は比較的新しい 25T 型。2000年代以降に製造された比較的新しい車両で、空気バネ台車や床下機器カバーが採用されている。黄色の帯が途切れていないのがわかりやすい外見上の特徴だぜ。今回乗車するのは先頭から2両目のこの車両。車体には RZ25T、南座車と書かれているぜ。中国鉄路の客車、深緑の味のある塗装がいいよね。そうだな。この車両は高級クラスの南座なだけあって塗装の状態も綺麗だ。乗車する車両は先頭から2番目の16号車。早速乗ってみよう。デッキ周りは普通の後座車と同じだが、座席は一味違う。後座車は2列プラス3列のボックスシートなのに対し、南座車は2列プラス2列のクロスシートだ。座席には高級感のあるゴールデンの座席カバーが、めくれていたので手直ししてリテイク。座席カバーも金色でゴージャスだぜ。座席カバーがヨレヨレなのは後座車と同じだね。後座と違って座席には手すりがあり、独立している。座席間隔は広くリクライニング可能だが、向きは変えられないぜ。豪華座席とはいえ、古い車両だからちょっとくたびれてはいるね。進行方向に対して逆向きなのは残念だが、クッションが分厚く、座り心地はなかなか良いぜ。座席配置は、前後の座席が中央を向く形になっている。車両中央の4列はボックスシートで、ボックスシートの間には透明な仕切りがついているぜ。後座にはない仕切りがあるんだね。天井には中国の客車ではおなじみのちょっと N700 系っぽい丸い間接照明がついている。カーテンは座席と同じ金色だ。ボックスシートには木目の机があるぜ。高級感がある内装だね。隣のホームには CRH380CL が停車している。淮北駅は在来線の駅だが、上海方面からの高速列車も乗り入れているんだぜ。中国の鉄道は高速線も在来線も標準機だから高速線から在来線に乗り入れる高速列車も多いんだよね。14時40分、列車は淮北駅を出発した。この列車は武庫発連運行東行き系8412時。途中の停車駅は、合肥、淮南、扶陽、淮北、徐州などだ。安徽省内を北上後、江蘇省を横切り沿岸の連運行に至る列車だぜ。今日は途中駅である安徽省北部の淮北から乗車するんだね。そうだな。この列車は朝発夜着の中高列車で全行程を乗り通すと11時間以上かかるが、今回は淮北、徐州間で区間利用するぜ。淮北、徐州間の所要時間は53分ぐらいだね。
Y が流域は平地の穀倉地帯で、市街地を抜けると車窓には農村の風景が広がる。走行中の車内の様子を見てみよう。取材日は3月上旬。春節休暇の終盤なので列車は満員だ。2000年代製の車両なので、車内には電光表示器がついている。壊れているのか、次の駅はフホトと表示されているぜ。あまりに突拍子もない行き先だから、気にする乗客はいないようだね。この列車には2両の南座車が連結されている。隣の17号車は少し内装が異なり、カバーの下に見えるモケットが青色だ。座席はさっきの車両とほぼ同じだが、手すり周りはちょっとだけデザインが違うようだぜ。微妙に製造年が違うのかな？この車両の電光表示器は正常で、速度を表示していたぜ。17両編成の客車列車にしては結構速度が出ているんだね。17号車は先頭車で、貫通扉越しに機関車を見ることができる。反対側の15号車以降にも行ってみようと思ったのだが、立ち乗り客で混雑しているためか15、16号車間の貫通路は施錠されていたぜ。立ち乗りの乗客は南座車に入れないようになっているのかな？中国鉄路ではたまにある実演タイプの車内販売が行われていたので購入してみた。商品は新京産のブルーベリーを砂糖漬けにしたお菓子。パッケージに CRH5G らしき車両が描かれている。日本で見るブルーベリーより一回り大きく、なかなか美味しかったぜ。列車は側線に停車中の客車列車を追い抜いていく。乗車中の列車と同じ快速だから、同じ種別同士での追い抜きだね。この列車は河南省の信号発上海行きで、どうやら春運限定の臨時列車みたいだぜ。しばし、安徽省北部の車窓をお楽しみください。15時32分、列車は15分ほど遅れて徐州に到着した。徐州は江蘇省の北西の端に位置する都市だ。人口は100万を超え、地下鉄は4路線ある。徐州駅はホームに売店がたくさんあるんだね。そうだな。売店はちょっとレトロな雰囲気だ。商品をよく見ると犬肉もあったぜ。この辺の名物なのかな？南座車、中国鉄路にしては古い車両だから内装はちょっとガタが来ていたけど、乗り心地は申し分なかったね。今や激レアの古き良き高級座席、南座。春節期間以外でも計8412時に連結されているようなので、気になる人はぜひ乗りに行ってほしいぜ。中国鉄路の最新情報を知りたい時におすすめの書籍が、日本語版の中国鉄道時刻表。年2回発行で、最新の列車情報や路線図を掲載している。乗車レポートや詳細な解説編は読み応えたっぷりで、中国での鉄道旅を計画する際には役立つこと間違いなしだぜ。詳しくは概要欄のリンクをチェックしてね。今回の動画はここまで。このチャンネルでは他にも中国の鉄道についての動画をたくさん上げているから、興味が湧いた人はぜひ見てみてほしいぜ。ご意見ご感想お待ちしております。高評価とチャンネル登録もよろしくね。それでは、ご視聴ありがとうございました。